皆様こんにちは、セリナです。今回はディオールコスメデコルテシュウエムラアディクション新作フィックスミスト4種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デココスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。発売直後から品切れしているところもある話題のディオールやアディクション、そしてレッドカラーがユニークなシュウエムラと人気アイテムのリニューアルで注目を集めているコスメデコルテなど、今期はフィックスミストの新作が盛りだくさんですよね。今回の動画ではミストを半乾ずつに塗って仕上がり、保湿感、香り、そして4時間後のマスク崩れを徹底比較していきます。少しでもフィックスミスト選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな内容を発信していくのかなどはこちらの動画でご紹介しておりますので、気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。今回ご紹介するのはこちら。ディオールバックステージエアーフラッシュミスト。5つのプルーフ効果で24時間美しさを守り、メイクフィックスから保湿まで叶える多機能メイクキープミスト。汗や水、湿気に強く、滲みや色あせを防ぎながら、ヒアルロン酸配合で長時間保湿し、自然なツヤ感のある肌に。コスメデコルテ、コンフォートデイミストメイクアップフィックス。霧のように広がる微細なミストが肌を潤いで満たすと同時に、汗、皮脂、乾燥による化粧崩れを防ぎ、テカリやくすみが気にならない上品で自然なツヤ仕上がりが24時間持続。表情の動きに密着する柔軟なベールを形成するトリプルメイクフィックス成分を新配合。シュウエムラアンリミテッドメイクアップフィックスミストレッド。振って目覚める赤で溢れる自信。湧き上がる赤のパールで印象補正。新発想フィックスミストレッド。シュウエムラ史上最長の28時間メイクキープ。アディクションスムースマットロックミスト。メイクアップの美しい仕上がりを24時間ロックするフィニッシングマットミスト。ミネラルクレイ配合の超微細なミストでスムースマットな仕上がりに。毛穴のソフトフォーカス効果を発揮し、テカリや崩れを防ぐ夏のマストハブ。では、新作ミスト4種類をそれぞれ半眼ずつに塗って仕上がりや崩れを見ていきたいと思います。まず比較するのはこちら。新作アイテムの中でも特に人気のディオールとコスメデコルテです。では、よく振ってからこちら側半分にかけていきたいと思います。はい、まずはこちら側半分にディオールのミストをかけて2、3分ほど時間を置いてなじませるとこんな感じの仕上がりです。ミストなしの方と比較をしてもそこまで仕上がりに大きな変化は感じませんが、顔を動かすと頬の高い位置に少しだけツヤが増したように感じます。手元で見た時も感じましたが、今回比較している4つのミストの中で一番ミストの霧が大きめで、一度にたっぷりの量をかけることができるからか肌がかなり潤う感じがします。時間を置いてなじませた後も肌表面がパサつくことなく、保湿系のミストをかけたような水分補給されたしっとりした肌状態に整っています。近くで見るとこんな感じです。たっぷりの量をかけましたが、ミストなしの方と比較をしてもベースメイクが馴染みすぎて薄まって見えてしまうこともなく、肌に潤いを与えながらもカバー力に影響しないところがすごく優秀だなと思いました。ミストをかけるとベースメイクが馴染む分カバー力が薄まってしまうのが気になるという方にも安心して使いやすそうです。仕上がりに大きな変化は感じませんが、肌表面はやはりミスト割りの方が水分がチャージされてふっくらしている感じがします。ただ肌表面がベタついてしまうことはないので、保湿と崩れをうまく両立してくれるんじゃないかなと思います。では反対側にコスメデコルテをかけて違いを見ていきます。こちらもよく振って半眼にかけていきます。はい、こちら側にはコスメデコルテのミストをかけてみました。コスメデコルテは反対にかけたディオールとは対照的にミストの霧がかなり細かいので、
肌が濡れる感じが気にならなくて、素早くフィットしてくれます。霧のような微細なミストをふんわりまといたい方はコスメデコルテがおすすめで、しっかり肌に水分を届けてくれるミストをお探しの方はディオールがおすすめな印象です。そしてコスメデコルテも上品で自然なツヤが持続するとブランドサイトに記載がありますが、こんな感じでミストをかける前とそれほど大きな違いはなくて、頬の高い位置に若干ツヤが乗るような仕上がりです。両方とも自然なツヤは出ますが、そこまでベースメイクの仕上がりに影響せずに使いやすいと思います。着てみるとこんな感じです。そして近くで見るとこんな感じの違いで、やはりコスメデコルテの方が霧がかなり細かいので、よりベースメイクの質感やカバー力に変化を出さずに使えそうな感じがします。肌表面を触った感じは、微粒子ミストのコスメデコルテもきちんと水分チャージされて保湿力がアップしている感じはしますが、より肌表面の仕上がりにも影響が出にくいです。しっかり乾燥対策して水分たっぷりのふっくらした肌に仕上げたい方はディオールがおすすめ。保湿はしつつも極力ベースメイクの仕上がりに影響しにくいタイプをお探しの方はコスメデコルテが使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれの香りについてはどちらもかなり柔らかく香る程度なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすそうです。ディオールはディオールのベースアイテム特有のフローラル系の香りがしますが、かなり柔らかく自然に香る印象。コスメデコルテは爽やかなグリーンフローラルの香りがふんわりとする程度です。では、この状態のままマスクで4時間ほど過ごしてみて、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今回の検証ではミストの持続力を見るために秋冬向けの高保湿で皮脂や汗崩れには少し弱いかなという印象のものを組み合わせていますが、両方ともこんな感じで塗りたての時の自然なツヤを与えながらも全然崩れていないのがわかりやすいと思います。ただ近くで見るとこんな感じで、両方とも小鼻の横に若干皮脂が出てきているのと、ファンデーションが薄まっている感じは気になりますが、暑い季節でもこのくらい崩れを強化してくれるのはすごく優秀だなと思いました。細かく比較をすると、コスメデコルテは若干マスクがよく当たる位置が摩擦による崩れが気になる印象ですが、ディオールはこんな感じで、マスクの摩擦もほぼなく、汗や水、そして湿気にも強いというだけあって、マスクをしていてもかなり快適に過ごせるんじゃないかなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、どちらも内側にたっぷりの水分を含んでいる感じがしますが、ベタつきは出ていなくて、比較をするとディオールの方がさらに小鼻の横や頬の広い範囲の皮脂っぽさも感じにくいです。私の肌タイプは皮脂が出やすく、湿気が強い日はより崩れが気になるなと思っていたので、私の肌の上だと湿気にも強いディオールがより崩れなかったんじゃないかなと思います。皮脂が出やすい肌タイプの方に特におすすめだなと思いました。続いてはこちら。メイクキープはもちろん、肌の色や肌質などの肌補正も叶えてくれるシュウエムラとアディクションをご紹介していきます。まずはこちら側にシュウエムラを塗っていきます。シュウエムラはこんな感じで、振る前は透明タイプですが、しっかり振るとこんな感じで、中に入っているレッドパールが混ざります。顔から近い距離でミストをかけるときは大丈夫ですが、少し距離があるときは白いお洋服だと着色してしまう可能性もあるので注意とのことでした。はい、こちら側半分にシュウエムラをかけて少し時間を置くとこんな感じの仕上がりです。先ほどご紹介したディオールと同様にかなりしっかりミストが出るタイプなので全体的に均一に潤いが乗った感じがします。そして見た目のイメージだとかなり深めのレッドなのでどんな仕上がりになるのかなと思っていましたが、パウダーなしの方と比較をすると若干血色感がアップしていてツヤが出ている程度で、そこまで強すぎるレッド感ではないので自然に取り入れやすいなと思いました。近くで見てもこんな感じで均一で自然なツヤが乗っていますが、顔を動かすと頬の高い位置などに少し血色感のあるパールが楽しめます。チークやシェーディングなどを入れてない状態の肌でも自然にメリハリが出ている感じが楽しめます。
強すぎる補正力ではないですが、自然な血色感とメリハリが出る感じがすごく綺麗です。では、反対側にはアディクションをかけていきます。こちらもパウダー入りの3層タイプなので、しっかりと振って使っていきます。はい、こちら側にはアディクションを塗ってみました。反対側に塗っているシュウエムラはレッドパール入りで立体的なツヤが出ているので、こちら側のアディクションの毛穴や凹凸をソフトフォーカスした均一なセミマット感がよりわかりやすいと思います。血色感を自然にアップさせて立体的なツヤ感をプラスしたい方はシュウエムラがおすすめ。仕上げのミストで毛穴レスな肌に仕上げたい方はアディクションがおすすめです。それぞれ近くで見ると違いがわかりやすいと思います。アディクションはミストなので厚塗り感は出ていませんが、微粒子なパウダーで毛穴や凹凸をフラットに整えた時のような自然な毛穴カバー効果を楽しめます。暑い時期になると毛穴の開きも気になるので、メイクをキープしながら毛穴対策もしてくれるところがすごく優秀ですよね。そして肌表面を触った感じは、シュウエムラはしっかりツヤは出ていますが、内側に水分を抱えつつ、表面にベタつきは感じさせない保湿力とベタつきを抑えた仕上がり。アディクションは肌表面にベタつきを一切感じさせないかなりさらりとした仕上がりになっています。この2つはキープ力だけでなく仕上がりの違いも楽しめるところが最大の魅力ですよね。それぞれ香りについては、シュウエムラは爽やかな桜の香り、アディクションは精油をブレンドしたシトラスハーバルの香りです。どちらも先ほどご紹介したディオールとコスメデコルテよりはしっかり香る印象ですが、香り自体がかなり爽やかなので苦手な方にも使いやすいんじゃないかなと思います。では、マスクをして4時間ほど過ごして崩れについて見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見るとどちらも塗りたての時のままのシュウエムラは自然な血色感と立体的なメリハリのあるツヤ感。アディクションは毛穴や凹凸を感じさせない毛穴レス感をきちんと保ってくれているのがわかりやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで、今回も先ほどと同様、秋冬向けのベースアイテムを組み合わせていますが、どちらもかなり皮脂や汗崩れに強くなっている感じがします。よく見るとシュウエムラはマスクがよく当たる位置が若干マスクの摩擦によって薄まっている感じはしますが、小鼻の横などにもテカリが出ていない仕上がり。そしてアディクションはこんな感じで、塗りたてとほぼ違いを感じないような毛穴レスな補正感を持続しつつ、テカリや皮脂もしっかり吸着してくれています。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、シュウエムラは内側にしっかり水分を抱え込みつつも、小鼻の横にも頬の広い範囲にもベタつきが出ていない仕上がり。そしてアディクションは塗りたてのさらりとした軽やかさをしっかり保ってくれているので、とにかく皮脂や汗崩れをブロックしたい。肌表面をサラサラに保ちたい。毛穴レスな印象を持続させたい方はアディクションがおすすめで、水分でしっかり肌を保湿しつつ、ツヤも出しながら皮脂崩れを対策したいという方は、シュウエムラが使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで新作フィックスミスト4種類を徹底比較していきました。今回は秋冬向けのかなり高保湿なベースアイテムと組み合わせて検証してみましたが、4種類とも汗や皮脂崩れをしっかり強化してくれていて、ミストもものすごく進化しているなと思いました。その中でも特に崩れに強いと感じたのはディオールとアディクションです。ディオールは汗や皮脂はもちろん湿度にも強いということで、暑さはもちろんジメジメした季節の崩れ対策にもすごく使いやすいなと思いました。そしてアディクションは4種類の中で一番肌表面のサラサラ感が持続してくれるので、皮脂によるベタつきを対策したいという方にもすごくおすすめです。組み合わせるアイテムや肌タイプによって仕上がりや崩れに違いは出てくるかと思いますが、少しでもミスト選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。